した奴らが片側アヒルベ喋ろう、そこで、もうちょっと喋れるよって言ったら春ちゃん、私とかって本当の意見聞きたいっていうよりとりあえずめちゃくちゃわかるとか、私はボケに突っ込んでるっていうよりもハプニングに突っ込んでることがぼる塾にいると多いんだなって気づいたんですよ。めっちゃ悪いこと遊ぶのって楽しいですよね。なんでこれで悪いこと遊ぶの楽しいってないの。今年はさ、まだみんながそこまで認識してない。2回戦もあるけど、私と田辺さんってなんとなくこうだよねっていうイメージが。そのままだったらよろしいや。これはでも見てください。A マッソの地元の連れ錦ですね。あんまりね向き合ってなかったっていうか、20代ももちろんお金もなくて、で友達が関西におるからさ、結構逃げ回ってたの。今のは例外。器用ってほど器用じゃないけど、人に笑われるほど不器用じゃないわ。後から思い出して嫌になっちゃうような失敗もそんなにしない。
ってば。えい、こう？そう、そこ取る。飛べるわけないんだから絶対。そんなこと。野球じゃなくてカラオケなんだよ。何やってんだ誠。何もっていうかアホ。うん、知ってるよ。ああ、もういいよその話は。あれ誠持ってけ。いい。なんだあいつ。野菜の鮮度一番の敵は乾燥だった。東芝は東芝ライフスタイル。誠は千秋くんが好きなんだと思ってたけどな。千秋はやんちゃだから私がついていてあげなきゃって思ってるでしょ。そりゃ行ったことあるけどさ。どうしてなかったことにした？続きまして、名前さっき言ってくれな。赤コーナーより合わせようから今。160名前さっき教えて。体重58 IBF ライトフライ級王者KSD 京都産業。3年連続でしたから。さあ M1 グランプリ2025、これで10組中7組が終わりました。この後は運命の8組目、いよいよ最終決戦に進出するコンビが決まっていきます。はい。3組です。いよいよ終盤、運命をが決まるえみくじを引いていただく3人目のアスリート。楽しいです。楽しいですか。やっぱ漫才ですけども M1 グランプリは見たことありますか。ありません。あ、初めて見てるんですか。初めて見ました。えみくじ今から引いてもらいますけども、心境はいかがでしょう。ちょっと自己啓発セミナーの目覚めるなとかもしっかり受けてて、なんかあんまり見たことないネタ、最近なかったタイプでオリジナリティがすごい出ててよかったなと思いました。はい、絶賛でございます。さあ柴田君いかがですか。はい、いやもうめちゃくちゃ面白かったですね、僕も。なんでやっぱりこう、どうしてもね、短い時間だから手数多く本当は漫才やりたいところをぐっと我慢して手数。いやマジっすな。ということで現在2位の拓郎は最終決戦進出。さあ拓郎2本目です。はい、さあいかがですか。
のネスタロースよ。ご覧の通り。ねえ、桃沢君何してるのあんた。ドゥス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 。何してんの。ね、分かった分かった。落ち着いて、落ち着いてください。痛かったよ、今の。で、爪切らんというか、痛いよ。伸びとるよ、爪。おいしいおいしい。怖い怖い。怖い、もうそかん怖い。あなた怖い。怖い、そのがっつき方。恐ろしい。指食いちぎられそう。目か。あ、そうだ。
入ります。お、できるだけ多く抜きます。まだ。